どうも、ヒデチューブです。お疲れ様です。さあ皆さん、ティータイムですよ。ということで、青島のイシュザーク、やっと発売されましたね。記憶と過去の情報をたどっていくと、このキット、どうやら初報は2021年の静岡ホビーショーで出ているようです。そこから何度か続報が出ながらもなかなか発売までこぎつけなくて、最終的にアナウンスされたのが2024年の1月発売だったんですけれども、そこからさらに延期をして今回2024年3月発売となりました。定価は税込みで5720円となっております。見てくださいよ、この超かっこいいパッケージ。これもう優勝でしょう。新車発表会の様子をパッケージにしてあるんですかね。かっこいいですね。後ろに2021年サイバーフォーミュラーワールドチャンピオンシップって書いてあります。もう現実は2024年なんですけどね。いつになったらサイバーマシンが現実に現れてくれるのか。発売まで待たされたんでね、開封する時のワクワク感も尋常じゃないですね。リアカウル周りとサスペンション周りの部品かな。これがクリアパーツ、キャノピーとかライトが入ってますね。でこれがカウル周りの部品かな。で、ライト周りのメッキパーツとメッサーウィング。これはカウル周りとシャーシ周りか。これはあれか、ローターか。これが、フロントカウル周り。あ、黒じゃないランナーですね、これ。濃いブルーです。あと、デカール。なんか多いな。それから説明書。ここはいつもの青島って感じですね。白黒。特に変哲もない説明書な感じです。ランナーを確認していきたいと思います。ランナーは16枚、タイヤとポリキャップとデカールという構成になっております。ランナー16枚っていうと量が多いように聞こえますけれども、部品一個一個が大きいのとランナーが一個一個小さいのもあったりするので、部品点数はそんなに多くないです。ちなみにこのエンジンっぽい部品は今回は使わないということになっております。不要部品です。あからさまにバリエーションキットを狙ってきてますね。それからこちらのランナーなんですけれども、動画だとちょっと分かりにくいですけれども、黒ではなく濃い青となっております。妙に表面がテカテカしてますね。なんだろう。説明書の指示だとフロントサスペンション周りからの組み立てとなっていますので、そこから組んでいこうと思います。このキット、事前情報があまり出てなくてですね、どういう構造になってるかっていうのがいまいちはっきりしていません。そんな中でもステアリング切れるというのは事前情報出てますので、このサスペンション周りの構造はそういう風にできてるはずですが、果たしてどんな感じなんでしょうか。サスアームに前後のナックルを取り付けまして、よいしょと。で、前後ナックルをつなぐ部品があります。これあれですね。ステアリングどっちか切るとどっちかも切れる連動式ですね。こんな情報なかったぞ、事前に。
でアームで挟めば、これでフロントサスペンション周りは完成ですね。動く動く。片っぽ動かすと連動して動きますね。切れ角自体はあんまりないですけれども、動くのと動かないとでは印象が全然違いますよね。すげえ。接着は必要なのでそこはお忘れなく。ブレーキローターとキャリパーは一体で成形されています。グレーの成型色です。ここら辺は塗装してやるとちらりと見えた時によく映えます。ホイールの成型色は黒です。4本スポークなんですね。ホイールはよく見えるところなんで、なんとかして色をつけてあげたいところ。サスペンションを取り付けるフロント周りのボディ構造です。不思議な構造してますよね。ボディのノーズからウイングが出てて、そのウイングの先にサスペンション周りの部品がくっついてるっていう、強度的に大丈夫なのか。フロントサスペンションはこんな感じで収まる形になります。ヘッドライトの内部はメッキの部品になっています。大変ありがたいことにこのキットメッキ部品は全部アンダーゲートになっています。いいですね。ゲート処理を考えなくていいので。もうちょっと丁寧に切っとくかな。よし。でヘッドライトのパーツはここに収まります。ぴったりですね。こちらがフロントサスペンションが収まるフロントボディカウルになります。でっかいな。結構大きめの部品なんですけど、特に歪みなども見られず、部品成形は良好だと思います。ここには筒状の部品が収まります。入ねえな。あれなんで。逆でした。左右の組み分けがありますので注意してください。入った入った。そうですね。左右がありますね、ちゃんと。フロントサス周りですが、カウルの中にはこんな感じで収まります。おっと。今ちょっと接着をしてないので、ポロポロ落ちてしまいますね。慎重に。よいしょ。はい、こんな感じでサスが収まります。表からはサス部品全然見えなくなっちゃいますね。もったいね。続いてコックピット周辺の組み立て。この濃いブルーの部品がバスタブの下半分になります。コックピットの一番後ろの部分はローリングコックピット再現のための部品がはまるような構造となっています。ドライバーシートはこんな感じ。周辺のコンソールも再現されてて、部品もぴったりはまるんでとてもいい感じです。いろいろ飛ばしてコックピット周辺完成です。ローリングコックピット再現のためにフロントウィングが回転します。何これすごい。内部構造はこのようになっております。ウイングの後ろにポリキャップがついて、後ろ側で支えつつ、よいしょっと。フロントウィングの前側もこのように軸があって、ウイング前後で支えられる構造になっております。続いてコックピットより後ろのボディ部分の製作です。側面がレイヤー構造になってますね。シリーズ初期のキットからしたら信じられない。こんなん絶対黒一色で成形されてて、ね、塗り分けしろって書いてましたよ。先ほどの白い部品にリアサスアームなどを刺していく形になります。ロアアームとドライブシャフトが同じ平面上にある。
すげえな。 FW16 か。ちなみに FW16 はアッパーアームとドライブシャフトが同じ平面上でしたね。このサス周りの部品、差し込むところが結構細いので折らないように慎重に差し込んだ方がいいと思います。なるほど。かっこいい。ここにリアハブを取り付ける形になります。これでリアサス周りの構造体は完成かな。ブレーキローターとキャリパーが一体成形でグレーなのはフロントと変わりません。続いてエンジン周辺のボックス状の構造を組み立てていきます。さっきのサスペンションがくっついてた部品を板状の部品でつなげてボックス状の構造を作ります。でここがローリングコックピットの根っこですね。アンダーボディにいろいろと部品を取り付けまして、ここにさっきのボックス状の部品をくっつけるんですけれども、これはあれですね。リアのドライブシャフトっぽい部品。ちなみに見えてるグレーの部品はエンジンっぽい部品なんですけれども、よくわかんないですね、これだけだと。これがここにはまりまして、この状態でアンダーボディができまして、さっきのボックス状の部品とサスがついてる白い部品を組み合わせのここに乗せるという構造になってます。なるほどね。あれですね。接着しないとちゃんと組んでいくことができません。今回ちょっと仮組みをしているので接着せずに組んでますけれども、無茶でしたね。はい、こんな感じで収まります。そこからさらにもうちょっとカウルを追加するとこんな感じになります。美しい。いいですね。ディテールがきっちり入ってる。いい。続いてダウンフォースローターを組んでいきます。このローターの部品なんですけれども、なんとびっくり一発で抜いてあって合わせ目がありません。素晴らしい。ここ合わせ目あったら消すのそこそこ大変ですからね。嬉しい配慮です。このローターはシャフトに差し込むだけの構造になってますので、組んだ後も回転させることができます。動画だと分かりづらいですけれども、くるくる回っております。このローターなんですけれども、展開状態を選ぶこともできます。どちらか一方を選択しての組み立て式です。今回は閉じた状態で作っていきます。構造を見る限りうまいこと作れば差し替え式にできるんじゃないかなという気もしますけどね。くる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 で、ボディにはこんな感じではめ込みます。この状態で回せますね。回る。塗膜のクリアランスに気をつければ作った後も回せそうですね。続いてエンジンカバーです。メッサーウィングを展開すると上にぴょこっと飛び出てくるあれです。左右分割になっていますので、気になる方は合わせ目を消す必要があります。合わせ目が出るようになってはいるんですが、アンダーゲートになっているので、表に見える部分はゲート処理不要ですね。ちょっとした心遣いなのかな、これは。左右貼り合わせたら真ん中にこの部品を持ってきまして、これでエンジンカバー周りは完成。最後こちらのメッサーウィングですけれども、左右貼り合わせる必要があります。
で非常に大きいものをここに差し込むことになるんですが、こんな重たいものを差し込んで接着しただけだと多分自重に耐えられない、垂れ下がってきちゃう。そこで青島さん考えましたね。エアインテークがありまして、この中に黒いパーツを差し込むとですね、後ろにぴょこんと部品が出てまして、これで支えることができると。これで大きいメッサーウィングも垂れない。素晴らしい。タイヤもついてない仮組みの状態で失礼。いやはやこれ素晴らしいキットですよ。なんと言ったらいいんですかね。プラモデルとしてのバランスがとてもいい。組んでて気持ちいい。部品点数は結構抑えめですが、形状はしっかりとイシュザークしてますし、部品の合わせに関してももうほとんどバチピタです。部品同士のすり合わせっていうのはほとんどいらないです。青島どうした？大丈夫か？で、最初はですね、パチ組みしてそれでキットレビューしてよしにしようかと思っていたんですけれども、ここまでキットとしての完成度が高いとちょっと手を入れてやりたくなってしまったんですよね。やっぱり根っこの部分はカーモデルだと思うんで、ちょいちょい塗装をしてやったりなど必要だと思いますので、その辺手を加えてみましょう。というわけでこちら完成形になります。うえほほ、たまらん。めちゃくちゃかっこいい。ありがとう青島さん、本当にありがとう。ちなみにここまで仕上げるにあたりまして難しいことは一切やっておりません。大部分が成型色のままですし、色を塗った部分に関しても缶スプレーと筆塗りのみです。エアブラシはめんどくさいので使ってません。作業内容をいくらか紹介したいと思います。まずエンジンカールですけれども、ここは合わせ目を消しました。ただ流し込み接着剤でバチッと貼り合わせてヤスリで削るだけで十二分に合わせ目は消えてくれました。メッサーウィングも同じ要領で合わせ目を消しております。ホイール真っ黒は味気ないので水性ホビーカラー黒ガレ色を筆塗りいたしました。奥の方はどうせ見えないんでね、表に見える部分だけちゃちゃっと塗ってしまいましょう。コックピット周りもこのままだと味気ないですので、たまたま手元にありました水性ホビーカラーのタイヤブラック、こちらで色をつけていきます。水性ホビーカラーの性能が昔と比べてはるかに良くなっているので、筆塗りをすることに最近全く躊躇がないです。ちょっと塗るぐらいならもう筆でいいじゃんって思うようになってますね。で、裏側の見えそうなところまでちょいちょいと塗りまして、こんな感じ。一発で綺麗に色が乗るわけではないので、2回3回と塗り重ねましょう。今回は確か2回ほど塗り重ねをしました。ブレーキローターは缶スプレーのシルバーでとりあえず塗装をしておきました。このままだとちょっと味気ない感じがするので、こちらの艶消しブラックで墨入れをしてみようかなと思います。しっかり塗料を混ぜまして、何も考えずにベタベタと塗っていきます。へこんでる部分に塗り残しがないようにだけ気をつけます。ここで活躍するのがキッチンマジックリン。この緑のマジックリンを買ってきてください。他のやつだとうまく拭き取れないことがあります。私は一回失敗しています。綿棒にちょちょっとつけましたら、このままだとちょっとつきすぎてるかなと思ったらティッシュで軽く拭き取ったりなどしまして、さっき真っ黒に塗ったローターとキャリパーをこうやってこすることで奥まった部分の塗料だけが残ると。いやほんとね、水性塗料をマジックリンで落とすっていう技を知って以来常に使ってますね。エナメル塗料でも同じことはできるんですけど、
いかんせん臭いんで、エナメル塗料。それに対して水性塗料だとリビングでやっても家族に文句言われないですからね。エナメルはちょっと自分でもあまりもう使いたくないかな。墨入れ終わってホイール周り組み込むとこんな感じになります。目立つ部分ではないですけれども、ちらっと見えた時にちょっと引き締まって見えるかな。それからキャノピーとヘッドライトとテールランプのブルー、イエロー、レッドは全て缶スプレーで拭いております。それからローリングコックピット基部の赤いリング状の部品、ここに関しても缶スプレーです。缶スプレーばっかり使っててちょっとコストがバカにできない状態になっております。で、塗装が終わったところでデカールを貼っていきます。デカール自体の品質は大変良いものだと思います。追従性もいいですし、厚みも結構薄めです。ただですね、貼って乾燥した後手で触るとボロってなったりしてちょっと脆い気がしたんですけれども、まあその点は気をつければ大丈夫だとは思います。ただ1点だけこの付属デカールに関してどうしても言っておきたいことがある。メッサーウィングのデカール寸法絶対間違えてるでしょこれ。頑張って貼ろうとしたんですよ。頑張って貼ろうとしたんですけど、上を合わせれば下が合わず、下を合わせれば上が合わずといった感じで、絶対どっかにね白いラインがピロッと覗いちゃうんですよね。これ寸法設計間違えてると思うな。なんとかしてほしいです。でまあ白いの見えるのかっこ悪いんで仕方なくタッチアップをするわけですけれども、このざまですよ。色彩感覚がなさすぎて同じ色を作ることができないっていうね。誰かオラに抜群の色彩感覚を与えてくれと、まあこんな感じでデカール周りではいろいろと苦悩があったんですけれども、なんとか貼り終えることができまして、最後の仕上げとしてプレミアムトップコートを使用しております。今回ちょっと工夫をしてみまして、白い成型色の部分は光沢、それ以外の濃いブルーと黒の部分に関しては艶消しで仕上げております。とまあこんな感じでお手軽仕上げで作ってみました。プラモデルに集中する時間を取れれば2日丸々使えば作れるんじゃないかなぐらいの作業内容だと思います。お手軽仕上げでもこんだけかっこいい石ザクが手に入りますからね、マジで神キットですよこれ。組んでる最中もね、なんかこう脳汁ドバドバ出てきて、ああいい最高以外の言葉が出てこなかったです。多分プラスチックからね変な成分出してるんだと思う。青島だし。最後にサイバーフォーミュラの最新キットを組んだら、これを言わなければならない呪いにかかっているので言っておきます。こちらに並べてある3種類全て同じメーカー同じシリーズのキットとなっていますが、真ん中は20年ぐらい前から売ってる初期のシリーズ、右が GSX アスラーダから突如始まったハイエンドハイディテールなシリーズのスーパースラーダで、左が今回のイシュザークですけれども、同じメーカー同じシリーズなのに設計思想も組み心地も値段も何もかもが違う。ハイエンドシリーズはねまだいいんですけれども、初期シリーズこれさすがに現代目線で見るときつい。組むのもきつい。値段はまあそれなりに安いですけれども、きっちり組もうと思うと大変な苦労をするんで、もう何度も言ってますけれども、いい加減リメイクしてほしい。ニューアスラーダとオーガだけでもいいからリメイクしてほしい。頼みますよ青島さん、マジで。といったところで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。私から言えることはただ一つです。こんな動画見てないでこのキットを今すぐ買いに行きなさい。マジで最高のプラモデル体験ができるんで、ぜひとも買ってください。よろしくお願いします。